都会の闇に生きるスイーパー、孤独と優しさを併せ持つ男、冴羽亮という存在を追っていく。聞いていきましょう。冴羽亮は新宿の裏社会で名を知られ、スイーパーとして生きる道を選んだ。昼の新宿は人であふれ、夜になると別の顔を見せる。ネオンの光が濡れた路地に反射し、亮はそんな街を静かに歩いていた。彼は街の空気を読み、危険の匂いを敏感に察知する。足音一つで相手の動きを感じ取る男だった。亮は若い頃から銃の扱いに長けていた。だがその力を誇ることはない。必要な時だけ引き金を引き、無駄な争いは避けようとした。一発の銃声だけで空気が止まる。そんな瞬間を何度も作ってきた。新宿の裏社会では冴羽亮の名を知らない者はいなかった。危険な依頼でも引き受ける。だがただの殺し屋ではない。亮は依頼人の心を見ていた。助けを求める声を聞き放っておけない人間だった。普段の亮は軽い。女性を見るとすぐ調子に乗り、軽口ばかり叩いている。周囲から呆れられることも多かった。だが依頼人が傷ついた瞬間、亮の目から笑いが消える。その空気の変化に周囲は言葉を失う。ふざけた男に見えても、本気になった時のは誰より冷静だった。亮はまた自分の過去を多く語らない。明るく振る舞いながらも内側には深い孤独を抱えていた。夜明け前の新宿を一人で歩く姿も珍しくない。タバコの煙だけが静かに揺れ、その背中にはどこか近づきにくい空気があった。亮はスイーパーとして数多くの危険な依頼を受けてきた。路地裏、高層ビル、深夜の倉庫街、常に死と隣り合わせだった。エレベーターの静かな空気の中で相手より先に銃を抜く。その判断の速さが亮の強さだった。駅にある掲示板に XYZ と書かれた伝言を見て、亮は静かに街へ出る。誰にも気づかれないまま危険な場所へ向かっていく。時には依頼人を守るために一晩中眠らず動き続けることもあった。それでも亮は自分の苦しさを表に出さない。軽口をはたきながら何事もないように笑ってみせる。だが戦いが始まる瞬間、空気は一気に変わる。亮の視線から迷いが消え、周囲の音さえ静かになる。引き金を引く瞬間まで無駄な動きは一つもない。その異様な集中力が裏社会でも恐れられていた。亮はまた仲間を大切にする男だった。普段は騒がしく言い合っていても、本当に危険な時には命を預け合える関係になる。言葉がなくても通じる空気があり、その絆が亮を支えていた。亮の人生は華やかなものではない。血と硝煙の匂いが残る世界で人の悲しみを何度も見てきた。それでも彼は人を救うことをやめなかった。自分が傷ついても誰かを守ろうとする。その不器用な優しさが冴羽亮という男を形作っている。新宿の夜が静まる頃、亮はまた次の依頼へ向かう。派手な生き方に見えても、その背中には孤独が残る。ネオンの消えかけた街を歩きながら亮は何も語らない。だがその背中だけが彼の生き方を静かに語っていた。都会のざわめきの中で亮は孤独を隠すように笑い、誰にも知られず人を守り続けた。後半では新宿の闇と覚悟を追っていく。続きをどうぞ。亮の名が裏社会で広まるほど新宿の空気は少しずつ張り詰めていった。駅の掲示板には今日も XYZ の文字が残る。助けを求める人間だけがその意味を知っていた。深夜の駅前、始発前の静かなホーム。亮はタバコをくわえたまま人気の消えた街を見ている。ネオンだけがまだ眠らず光っていた。亮はそんな新宿を誰より知っている男だった。だが彼は最初から一人だったわけではない。かつて亮には牧村秀之という相棒がいた。
警察を辞めた後も2人は裏社会でコンビを組んでいた。牧村は真面目で冷静な男だった。軽口ばかり叩く亮とは正反対に見える。だが現場では互いの動きを全部理解していた。亮が前へ出れば牧村が後ろを守る。危険な場所へ踏み込んでもそこには妙な安心感があった。背中を預けられる相手がいたからだった。しかし新宿の闇は深い。ある事件を追う中で牧村は犯罪組織に狙われる。亮は助けようとした。だが間に合わなかった。牧村は亮の腕の中で命を落とす。あの瞬間だけはいつもの亮ではいられなかった。怒鳴るわけでもない。泣き叫ぶわけでもない。ただ言葉を失っていた。そして牧村は最後に妹を頼むと亮へ託す。その言葉が亮の中にずっと残り続ける。牧村香織。兄を失った香織は突然一人になる。亮の前に現れた頃の香織はまだ強くなかった。怒りも悲しみも隠せず亮にも感情をぶつけていた。だが亮は香織を放っておけなかった。牧村との約束だったからだ。こうして香織は亮と同じ部屋で暮らし始める。静かだった部屋は一気に変わった。朝から怒鳴り声が響き、亮は女性に近づいては怒られる。香織の巨大なハンマーが飛ぶ。以前の亮なら依頼が終われば一人で酒を飲みそのまま朝まで街を歩いていた。だが今は違う。部屋へ帰れば香織がいる。コーヒーの匂いがあり騒がしい声がある。亮は面倒そうに笑う。だがその日常をどこか大切にしていた。もちろん危険も増える。香織が狙われることもある。依頼人を守るため命を張る夜も増えていく。そして香織が傷つけられた時だけは亮の空気が変わる。さっきまで笑っていた男が急に無言になる。目から感情が消える。廊下に響く足音、エレベーターの到着音、銃を握る指だけが静かに動く。相手が何人いても関係ない。香織を泣かせた瞬間、亮は容赦しなかった。その姿を見ているからこそこうもまた亮の優しさを知っていた。そして新宿にはもう一人亮が信頼する男がいる。海坊主、通称ファルコン。大きな体と鋭い目で初めて見た相手を黙らせるような男だった。元傭兵の海坊主は裏社会でも恐れられている。だが実際は義理堅く不器用な男だった。亮とは敵として戦ったこともある。しかし互いの実力を認め合いやがて命を預けられる関係になる。海坊主が店を開く喫茶キャッツアイには時々亮も顔を出す。静かな店内でコーヒーを飲みながら情報を交換する。無駄な言葉は少ない。だが二人には戦場を知る者同士の空気があった。亮は多くを語らない。牧村を救えなかった後悔も香織を危険に巻き込みたくない気持ちも全部胸の奥へ押し込めている。だからこそ誰かを守る時だけは迷わない。危険な場所へ一人で踏み込み静かに引き金を引く。新宿の夜は今日も騒がしい。欲望と孤独がネオンの下を流れていく。その中で亮は誰にも気づかれず街を歩く。派手な英雄ではない。感謝されることも少ない。それでも亮は人を守ることをやめなかった。香織や海坊主という仲間に支えられながら孤独を抱えたまま戦い続ける。夜明け前の新宿、始発前の静かな路地を亮は今日も一人で歩いていく。タバコの煙だけが静かに揺れ遠くで新聞配達のバイクの音が響く。冴羽亮という男、時にエロで時にかっこよく時に頼りになる男。ここまではほんの少しの話だ。ぜひシティハンターを皆さんにも読んでほしい。新宿の闇と生きていくスイーパー。亮の戦いはここからまだまだ始まっていく。シティハンターの続編ではないですが、エンジェルハートという作品もあります。シティハンターのパラレルワールドの作品で、一応別次元の話になりますが、冴羽亮はそちらでも活躍します。
私は両方見てました。単行本もエンジェルハートは持ってます。かっこいい冴羽りょうを皆さんにも見てほしいと思います。また次回の主役でお会いしましょう。